それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは夜の妄想夜のちぎりシリーズスペシャルです。あの人があなたに今望んでいることについて見ていきます。はい、ではもうすでにここにオラクルカードを出しています。上段が心であなたに何をしてほしいのか、気持ち的に何を伝えてほしいのかっていうのを出しています。下段の方が身体的なこと、肉体的なことであなたに何を願っているのかっていうのをそれぞれ出しています。お伝えしていきます。まず1番さん、お相手の全体的な望みとして最愛の人と溶け合うエクスタシーを感じたいっていうのが今のあの人の願望、願いです。あなたに対してそれを望んでいるということですね。そして見ていきます。まず心、気持ち的にどういうことをしてほしいのかというと、まず楽しさと熱意っていうのが入ってきます。活性化、元気にしてほしい、ちぎりを交わし合うことで元気になりたい、あと性的エネルギーを呼び覚ますというメッセージもこのタンジェリンのカードに含まれています。まさにちぎりを交わして楽しく過ごしたい、生き生きと活発的に盛り上がりたいっていうのが入っていますね。心が盛り上がるようになりたいっていうことです。そして声をかけてほしいっていうのがあります。お誘いをしてほしいっていうことかもしれませんし、今望んでいることですね。あとはここですね、このラーダのカードがまさに恋の神様、恋するロマンスっていうのが入っています。あなたに夢中になりたい、もっともっと夢中になりたい、そしてどうか私の本心、本当の気持ちに気づいてくれないかなとか、見抜いてほしいなっていうところがあります。こういうことをしたいんだよね、こんなちぎりを交わしたい、あなたと肌を重ねたい、そのことに気がついてほしい、察知してほしいなっていうところも出てきています。そうですね。そして気持ちが楽しく盛り上がっていきながらも節度あるお付き合いをしたいっていうのがあるので、仲がいいプラスそこに挨拶とか声かけっていうのは必ずやっていきたいよねっていうのがあります。気持ちの確認をし合いたいっていうことなのかな。礼儀っていうのが入ってきます。マナーを守りつつ楽しくやりましょうっていう、そんなねロマンスのカードが入っていました。これがお相手の心、あなたに恋する気持ちで満たしてほしいっていうのが入ってるかなと思います。じゃあ肉体的なことでどんなことを今ちぎりで望んでいるのかっていうところなんです。大まかに言ってしまえば、あの人の外見やあと匠の技について褒めてほしい、なぜだったらそれが自分自身の自信につながるからっていう風に出てきています。あの人があなたに望んでいることとしては、あなたを頼りにしています、信頼していますっていうのが入ってきます。お互い信頼し合いたい、あの人にも信頼しているよとか頼りにしているよっていうことを言ってもいいし、また逆もしかりなんですよね。お相手側があなたを頼りにしているっていうことを言いたいのかもしれない。そして優しくしてほしい、お相手にリードをさせてほしいっていうことも入ってくるので、お相手に身を委ねるっていうこともいいかもしれない。そしてこちらのハマヌーンのカードは勇気や忠実さを表すカードです。どのようにお相手のことを思っているのかっていうのを体で示してほしい、表現してほしいっていうこともね、お相手からの願いとして入っています。具体的にはマッサージをしてほしいっていうのがあります。そして体の疲れをほぐしてほしい、癒してほしい、そしておかえりっていう一言が欲しいとか、お疲れ様とかね、ねぎらいの言葉をかけつつ、そして温かく迎えてほしいっていうのが入っています。頑張って仕事してきたから今日はお疲れ様とかね、そういう一言をかけてほしいっていうのが具体的に出てきていました。はい、ということでこの1番さんね、お相手のテーマが最愛のあなたと溶け合うエクスタシーを感じ合いたいということだったので、すごく素晴らしいお気持ちなんじゃないかなっていうのが出てきています。さあこの後なんですが、お相手とじゃあこの後もっと具体的にどういうところを目指していけばいいのかなっていう好転アドバイス、タロットカードからもらっていこうと思います。では今回はこちらのタロットを使っていきます。
ここから4枚カードを出していきます。あなたとお相手、今後より良い流れ、そして肌を重ねるにあたって押さえておきたいポイント見ていきましょう。はい、見ていきます。4枚出していきますね。で、必要であれば追加でもらっていこうと思います。そうですね、まずここね、クイーンのカードが3枚入ってきているんです。これがあなた自身を今表しているところ、そしてお相手、こちらが今の2人、肌を重ねるにあたってっていうところで課題になっているところ、そしてこちらがアドバイスカードで出しています。ここに、ソードのクイーンが入っていること、カップ、ソード、ワンド、それぞれクイーンが入ってきています。そうですね、あとは今お二人の関係性っていうのがどんなものであるかっていうのを今一度確認してみてください。まだ関係性が浅くてデートしたことがありません、プライベートの仲になったことがありませんという方は、まずはお友達からっていうところで始めてみましょう。少しね、補足でルノリマン出していきましょう。そうですね、まずは信頼関係を育んでいくことから始めていきましょう。まずは形あるものからってことで、目に見えてわかるもの、連絡先だったりとか SNS のアカウントを交換するとか、分かりやすい形でお互い何か情報を交換し合うことから始めてください。そして浅い関係性ではなくて、もうすでに連絡先も知ってるし、お誘いしようと思ったらできるんだっていう間柄の人は、ぜひあなたの方からお誘いしてみてください。お相手に話しかける、お誘いする、約束を取り付ける、電話をかけるなど具体的な行動を起こして、そして形を作っていきましょう。信頼関係を作り上げていく土台がしっかりとできている方は、その先ですね、建築をしていきましょう。そしてもう肌を重ね合っている恋人同士ですっていう方だとしたら、今お相手との信頼関係をより一層強いものにしていきましょう。はい、もう肉体的にも、そして目に見える形でも分かりやすく、数字、形、この辺りに意識を向けてみてください。今2人の絆どうなってるかなっていうところで、どれぐらい育んでいるだろうかっていうところですね。そうするとより一層仲良くなっていけると思います。そしてあなたのところに1枚、ルノルマンカードを出します。はい、怒りのカードです。今このあなたの好きな方がお仕事関係の方であれば、この方とまず仕事上でのやり取りをしながらプライベートの中に持っていくような作戦を立ててください。ペンタクル、エースとアンカーのカードです。強い信頼関係で結ばれています、もうすでにね構築されていますっていう方は、先ほどのアドバイス通りに進めてみてください。強い絆を感じ合えるようなことを作っていきましょう。約束を取り付けるでもいいですし、デートにお誘いして実際に会ってお食事してとか時間を過ごすことでもいいと思います。そうですね、あまりネガティブに考えないことっていうのがあります。ラッキーチャンスがこれからやってくると思います。それを受け取ったらすぐ形に起こしていくことっていうことで、今そのあなたとお相手の関係性どうかな、そのパートナーであれば結婚とか家庭っていうのを視野に入れて、同棲とかね、同じ場所に住むっていうところを視野に入れて、具体的に生活を共にする、お財布を一緒にするなど、もっとねさらに進展していくという形で取ってみてください。はい、そして今その幸運のタイミングが訪れる、それはいつなのかっていう具体的なねタイミングが欲しいですよね。もっと具体的に、じゃあそれっていつなのっていうのをもらっていきましょう。ではシャドウキャットからもらっていきます。どんなタイミングでということで1枚もらっていきます。こちらですね、まず数字的に17っていうのが入ってくるので、17時、
17日っていうのを意識してください。17日後でもいいです。そしてためらいっていうワードが入っています。ぜひためらわずに向かっていきましょう。あなたがためらった瞬間、これがそのチャンスだっていう風に出てるんですね。チャンスが訪れた時にあなたはためらってしまうんじゃないか、その時がヒントです。自分自身がためらってどうしようかなって思ってる時、そう思ったら行きましょう、進んでいきましょうということで、自分自身お互いの距離感を測っていたり、顔色を伺っていたり、行こうかな、行かないかな、近づこうかな、どうしようかなって思っている時がヒントです。これをぜひ掴み取ってください。自分自身を強く信じて前に進んでみてください。このラッキーヒントっていうのももらっていきました。あとその他に今の課題点とかお相手ってところを見ていきます。お相手すごく優しく接してくれてると思います。お相手からの愛情やお気持ちっていうのがあなたに伝わっていると思いますね。優しくしてくれるな、あなたに対して好意を感じるなっていうのを感じてるんじゃないでしょうか。それをそのまま信じてください。またあなたのお気持ちもお相手受け取ってくれる時でもあります。受け取りやすい2人の波長が合っている時でもあるので、あなたが伝えていくとこの方も受け取ってくださる。そしてこの方が伝えるとあなたもそれを受け取るっていう風にお互い素直にやり取りできる時でもあります。ぜひこのチャンスを生かしていきましょう。そしてコミュニケーションをもっと交わして信頼関係をより強いものにしていくこと、そしてこれから先のアドバイスっていうところですね。あなたの魅力を思う存分発揮してください。自分に自信を持って明るく振る舞っていきましょう。顔色を伺って動けないのであればそこから抜け出すっていうのが大きなアドバイスです。そして会話をぜひ楽しんでください。お相手との会話、共通点を見つけて会話を盛り上げたりとか、ぜひ2人きりで行っていくのがポイントです。そうするとより仲が縮まっていくでしょう。あとはお相手がどんな風にちぎりを交わしたいのか、どんな風に接してほしいのかっていう心と体に分けて見ていきました。ぜひ肌を重ねる時がやってきたらこの辺りを意識してみてください。またアプローチとしてもこの心のところ、今働きかけていくことができますので、お相手が元気が欲しいとか声をかけてほしいとか自分の気持ちを察してほしいというところが出ていましたし、あとお相手にリードさせてほしいというのがあるので、お相手にある程度任せるっていうのもいいと思います。ではお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきます。こちらのカードは楽しさを表現しましょうということです。あなたが楽しいな、いいな、好きだ、自分はこれがやりたい、そんなワクワクドキドキ楽しいっていう気持ちをぜひ表に出してください。音楽を奏でたり歌ったり絵に描いたり好きなもので自分の身を固めたりとか飾ったりとかするのもいいでしょう。今自分自身に対して働きかけてもいいですし、このお相手と仲良くなるためにっていうことで楽しさっていうところを押し出していくのもいいと思います。お相手が楽しいなって思えるようなことを提供するとか、この方元気が欲しいっていうのを願いとして出してきていますので、優しく元気づけてあげるような、なおかつ楽しさを提供してあげられるようなこと、ぜひアピールしてみてください。今回は夜の妄想、夜のちぎりシリーズのスペシャル、あの人があなたに今望んでいることについて見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。ではこちら2番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは夜の妄想、夜のちぎりシリーズ、あの人があなたに望んでいることについて見ていきます。今回は上段4枚があの人が心的にどんなことをあなたにしてほしいのかっていう願い、そして下は肉体的にどんなことをしてほしいのかっていう願いをそれぞれ出しています。まず2番さん、お相手の願いとしては燃えるような激しい夜にしたいっていう願いが入っています。見ていきましょう。まずこちら心ですね。お相手の心にどんなことをしてほしいのか、無償の愛っていうカードが入っています。心を開きたい、そして無償の愛、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 無償の
ハートを開いていきたい。そして自分の気持ちを解放させるので、それをあなたに受け止めてほしいという願いが入っています。そして見えないエネルギーを感じてほしいっていうのが全体的に入ってくるんですね。感じ取ってほしい。形として目に見えるものではなくて、目に見えないエネルギーだったり、絆、仲良し度とか感性とか、感度っていうところで、目に見えないエネルギーっていうところを感じてほしい、そこを受け取ってほしいとか感じ合いたいっていうのが入ってきています。また可能性っていうカードも入っているので、これから可能性が広がっていくとか、広げたいとかね、そういうこともあります。未知なる世界に飛び込みたいとか、そういう気持ちがあるってことですね。お相手がまだこれから先明るい可能性があるんだよっていうことをあなたに伝えたいのかもしれない。そしてこちらなんですが、このカードメッセージとしては、大人の事情を受け入れてほしいっていう願いが入ってるんです。ちぎりで言えば、お相手の性癖かもしれないし、自分の趣味思考かもしれない、趣味思考かもしれません。こういうところが自分持ち合わせているんですが、それも受け入れてほしいって、ここね、心としてはあなたに受け入れてほしいっていうのが全面的に出てきています。またこれはちぎりじゃなかったとしても、生活の状況かもしれない。自分はこういう生活状況とか環境にいるんだけれども、それを受け入れてほしい、事情がある、何か事情があるんだけど、それを受け入れてほしいっていうことが強く出てきています。また強がったり、本音をすぐに素直に言えないようなところがあるっていうことも伝えたい、そこを分かってほしいなっていうところです。心の働きかけとしては、このお相手の願っていることとか愛情っていうのをあなたが受け止めるっていう、そんな願いが入っています。そして下段側ですね、肉体的にどんなことを望んでいるのかっていうところを見ています。こちらまず信頼し合いたい。こちらね、心も体も見えない絆やエネルギーでつながり合いたいっていうのが全面的に入ってるんですね。これも信頼を深めるライラックのカードです。信頼し合いたい、目に見えないエネルギーを信じてほしい、感じてほしい、体で感じてほしい、または肌を重ね合うことで感じ合いたい。そして新しい技を試してみたいっていうのも入っています。お相手と肌をいつも重ねていますっていう方は、今度新しいことに挑戦してみようかっていうような提案があるかもしれません。またはまだ肌を重ねていないよっていう方は、これから肌を重ねる機会が出てきた時に、今まであなたが経験してこなかったようなことをお相手と試すかもしれませんね。挑戦していくのかもしれません。はい、新しい挑戦っていうことも入っています。またこの体のところのカードで深さっていうワードが入ってくるんですね。これは絆の深さを確かめ合いたいってことかもしれませんし、あなたの心の奥底まで入っていきたい、潜っていきたいんだよってことを伝えたいのかもしれません。深く深くつながり合いたいってことかもしれませんね。深さっていうワードが入ってきています。そして体的につながるチャンスをあなたが作ってほしいんだよっていうのも入ってきていますし、あと振り向いてほしいとか、行為の最中に自分の顔を見つめてほしいっていうのも入っています。ぜひお相手の顔を見つめてください。そしてその他にはピッタのカードが入っています。こちらは火のエネルギーのカードです。つまりは力強さや強い意志、活気にあふれるなど行動力とか血気盛んなとかっていう言葉もありますよね。元気いっぱいで活力あふれるような、そしてそれを行動に移して積極的になってほしいっていうことをお相手は求めています。行動力を求められていますね。激しく動いてほしいとか、そしてあとここですね、じゃり合いのカードも入っています。遊び心を持ちつつ激しい夜にしたいっていうことですね。こちらも情熱、そして遊び心っていうワードも入っていますから、ここね、遊びながら、喜び合いながら、喜びを分かち合いながら、肌を重ねることって楽しくて喜び合えるものだよね、無邪気な姿で一緒にいたいねとか、そういうことを求めているのかと思います。肉体的にアプローチしていく方法としては、まず積極的に行動するとか、力強さ、タフさ、強い意志っていうのをお相手が求めていますね。あとはつながり、深さっていうところです。
はい、今ここでお相手の心に働きかけていく方法と、体的にどんなことをお相手が求めているのかっていうのをそれぞれ見ていきましたので、あとはここからタロットカードを使ってカードを4枚出していきます。ではお相手ともっと仲を深めていくためにということでカードを出していきます。そして今肌を重ねるにあたって、ここをポイントとして押さえておきたいよねっていうところも見ていってアドバイスをもらっていきます。はい、4枚出しました。いいですね。とてもポジティブなカードが出てきています。お相手のところがワンドのキング、はい、そして今2人のここ押さえておきたいよねっていうポイントがワンドの3番、そしてこちらアドバイスカードがソードのキングです。はい、あと深掘りでルノルマンカードを1枚出します。ここね、多分アドバイスカードはお相手に委ねましょうっていうことだと思います。あなたのその行動力っていうのが欲しいなっていうのをお相手を求めていますが、あなたが積極的になることでお相手もより決めやすくなるというか、決断しやすくなる、判断しやすくなるっていうのがあります。この28番っていうのは実際は紳士のカードなんですね。なのでここは質問者っていうワードになっているんですが、28番は紳士、お相手として見ていきます。で29番はパートナーっていうカード、ワードになってるんですけど、29番はいつも通り淑女、あなたのカードとして見ていきます。やはりここはお相手のカードが入っているので、お相手に委ねていきましょう、最終的なことは委ねていきましょうっていうのが出てきていますね。またこの方からの動きっていうのもあるんじゃないかな。あなたの方からアプローチすればするほど、お相手の方からももっと大きなお返しというかお礼っていうかね、そういうのが返ってくるんじゃないかなと思います。すごくキングのカードが2枚入ってきてるので、お相手はリーダーシップを取りたい方なのかもしれません。夜のちぎりのことに関しては、私に任せてよとか、リーダーシップ取っていきたいな、あなたをエスコートしていきたいなっていうような、そして自信もあると思う、自分の匠の技磨き上げていますよっていうふうに言われていると思いますね。だからこそ2人のこれからの可能性とか未来に期待しましょうっていうところがポイントとして入っていますね。そしてあなたは女帝のカードが入っています。すごく素晴らしい、美しく豊かである。そしてあなたはこの愛情を育んでいく、受け止めて育んでいきましょう。もちろんお相手がここで求めているものもあるので、そこを抑えつつアプローチしていけばいいと思います。自分に自信を持ってください。淡く美しく、そんなあなたの魅力っていうのがここに込められています。自分に自信を持って、あなたはすごく美しいし、お相手はあなたを求めています。激しい夜にしたいっていうのもまさにその通り出てきているので、お相手に身を委ねてね、きっかけ作りはあなたの方からしていく。あとはお相手の方が自ら動いてきてくれると思いますし、お相手の望み通り激しい夜になるのではないかなっていうのが出てきています。はい、未来信じて期待して見ていきましょう。そしてお相手の方から最終的に大きな動きや決断っていうのが出てくるので、お誘いしてくるとかね、向こうの方からなので、ちょっとしたきっかけを与えるとこの方動きやすくなるのかなというふうに出てきています。すごくいい流れですね。はい、ではそうですね、シャドウキャットのカードから1枚もらっていきましょう。具体的なタイミング欲しいですよね。そしてどういうふうにアプローチしていけばいいのかなっていうのは、今そのお相手と肌を重ねていない方でも、ここの上のカードを参考にしてお相手の心にアプローチしていくとか、体的なこと、外見的なことで働きかけていくことっていうのもあると思います。信じてほしいとか、新しいことやってみたいなっていうのがあるので、あとこっちを見てほしいっていうのもあるから、視線を送ってみるとか、2人で新しいまだ行ったことない場所へ行ってみるっていう刺激を与えるっていうのもいいかもしれません。
どんなアプローチをしていけばいいのかはこちらを参考にしてください。今ここから出すカードはお相手が動き出すきっかけ、タイミング、どんな風に動いてくるのかっていうのを出していきます。そしてなんかおしゃれするといい感じっていうのが出てくるので、盛り上がる場所におしゃれをして一緒に出かけるとか、お相手とデートするときは気合を入れるっていうのもいいかもしれません。はい、こちらのカードです。歓喜のジャンプ、イエスっていうカードが出てきています。お相手ね、はい、その通りですっていう風に、イエスっていう風に喜びへ向かってジャンプしますっていう風に言われてるので、まさにそのお相手からイエスっていう言葉を聞いた時とか、まさに何かあなたが問いかけた時に、はいそうですとか、どこかへ行きませんか、はいとか、それがタイミングかもしれません。お相手がイエスっていう風に答えてくれるとか、はいって言った瞬間に物事が進んでいくのかもしれません。お相手にイエスって言ってもらえるような質問をしてみるのもいいかもしれませんね。ぜひこれを参考にしてください。そしてお選びいただいたオラクルカード、こちらからメッセージをもらっていきましょう。こちらはあなた自身、自分磨きに時間をたっぷりとかけましょうってあるんです。もともとあなたは魅力的で美しく、人から愛される人です。そんな魅力を持っているんですね。さらに時間をかけて丁寧に髪を溶かし、自分磨きに時間をかけてください。肌にボディクリームを塗ったり、保湿ケアをしたり、髪のダメージケアに勤しんだりとか、自分の時間をたっぷりと取りましょう。自分磨きをして、あとお相手のイエスっていう瞬間を待ちましょう。そんなメッセージのあるカードです。はい、セルフケアに時間をかける。そしてこちら、お相手が動いてくるタイミングとしては、この数字をもらっていきましょう。5もしくは17です。17時とか17日、または5日後や5時とか5日、15日、25日など、5のつく日や17のつく数字がポイントです。こちらもぜひ押さえておいてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、夜の妄想、夜のちぎりシリーズスペシャルです。あの人があなたに望んでいることについて見ていきます。今回はこちらがお相手がお気持ち的に心にどんな働きかけをしてほしいのか、お相手の願い、下側が肉体的にあなたにどんなことをしてほしいのかっていうお相手の願いをそれぞれ出しています。3番さんはまずお相手の大きな望みとして、自分たちの世界に集中して体も心も魂も全てつながり合いたいっていうお相手の願いが出てきています。ではまず心の面から見ていきましょう。心、まさにこのラベンダーのカードが表している通り、体も心も魂もつながっていきたい、全てつながりたいんだ、体がつながることは心がつながることと同じだ、一緒なんだっていうことを知ってほしい、または自分が知りたいっていうことを望んでいます。そしてあなたに気持ち的に癒してほしいっていうところがあります。そして自分の本心に気がついてほしい、まだ話していないことがあるのかもしれません。または自分の本心をあなたに打ち明けたいっていうふうに思っているかもしれませんね。癒してほしいっていうのがあるので、疲れているっていうのもあるのかもしれない。この方が今お気持ち的に落ち込んでいるとか、そういうことがあるのかなとも思います。そしてこちらマニプラのカードっていうのが太陽のチャクラを表すカードなんです。ここのカードからのメッセージというのがかなり強く入ってきています。自分たちのことに集中したいので、あなたが今その不要な人間関係の関わりを立ってほしい、手放してほしいっていう強いメッセージがここのカードから入ってるんです。自分とあなたのこの間に妨げになるものとか、関係のない人たちを巻き込まない、入れ込まないとか、誤解させないように切り離してほしいとか、もうなんか連絡を断ち切ってほしいなって思っている人がいるみたいなんですよね。
なのでピンとくる方はその方と距離を置いてお相手と集中すること、その方がこのお相手の心が安心しますっていうのが入ってきています。本当は辛いこととか心が乱れるようなことがあったんだけれども、それをあなたに全て伝えきっていない。それを伝えるかどうかっていうのは今後ちょっとお相手次第でわからない。言ってくれるのか言わないまましまっておくのかわからないんだけれども、心が乱れるようなことがあったんだよっていうことがね、このお相手秘めています。それはどういうことかというと、多分あなたの周り、環境、人間関係、対人関係に関わるようなことだと思います。誰かとの連絡を断ち切ってほしいとか、そこにこだわらないでほしいとか、そういうことなんだと思いますね。そしてあとはこちらです。肉体的に今望んでいること、どんなことを働きかけてほしいのかっていうところを見ていきます。まずここですね、ゴールド、豊かさを引き寄せるっていうカードなんですが、お相手の豊かな部位、パーツを見てほしいとか触れてほしいっていうのがあります。自分の持ち味とか自慢できるような場所、自信のある場所なのかもしれません。チャームポイント、そこに触れてほしいとか、そこに気がついてほしいとか、そういうことが入っています。触れてほしい。あとは手を使ってほしいっていうのが入ってくるんですよね。手を使ってお相手の体に触れるだと思うんです。触れてほしいっていうのが入っているので、特にあなたの手を使ったことですっていうのが伝わってきています。あとは時間をかけてゆっくり丁寧に手を使って温めてほしいとか、ほぐしてほしいとか、手を使ってくださいっていうのが入ってきています。そして積極的に自分の体に触ってきてほしい、ボディタッチしてほしいっていうのが入っています。そしてこのカード、プラーナヤーマ、このカードは呼吸のチャクラのカードなんですね。これは呼吸をコントロールするっていうメッセージがあるんですが、息遣いや呼吸っていうのが入ってるんです。これをお相手の体に働きかけるということは、あなたの吐息を聞かせてほしいとか、そういうことなのかなとも思いますし、コントロールするっていうのがあるので、リズムよくっていうところがあります。テンポよく物事を運んでいきたい、そんな流れを作ってほしいってことかもしれません。肌を重ね合う時にリズム感を大切にしてほしいとか、息遣いですね、そこに注目しているみたいです。あなたの息を届けてほしいってことだと思うんですね。そしてあとはこちらです。周りを気にせず自分たちのことだけ集中したいっていうことなので、この3番をお選びいただいた方、お相手、あなたの対人関係とか自分たちの周りのことで嫌な思いしているっていうのが入ってくるんですね。自分的には気に食わないようなことがあるとか、そんな人がいるって、だからそこを排除して自分たちだけの世界に集中したいんだってことが強く出てきていました。こちらが3番をお選びいただいた方のあの人の今心と体、どんなことを願っているのかなっていうところを見ていきました。ではこの後タロットカードを使ってお相手とより仲を深めていくためにっていうところでカードを出していきます。こちらから4枚カードを出して、あなた、お相手、そして2人が肌を重ねるときに押さえておきたいポイント、そして今後のアドバイスと4枚カードを出していきます。はい、まずはあなたに1枚、フールのカード、お相手です。押さえておきたいポイント、節制。そしてアドバイスカードはワンドの2番です。こちらのカードなんですが、ワンドの9番、お相手、そうですね、ちょっとお疲れ気味かなっていう感じも少ししますが、お相手に何がどうしたのかなというところで深掘りでルノルマンもらっていきます。警戒していたり、周りを気にしていたり、恐れていて動けないとか、消極的とか、そういうことが伝わってきます。恐れていてなかなか抜け出せない。お相手が恐れていることは何なのか、蛇のカードですね。お相手の中で激しい嫉妬している気持ち、
かな。お相手のこの先ほどのこちらの本も見ていても、あなたに対してこうしてほしいっていう願いがかなり強かったですよね。あなたの対人関係とか必要のない関わりのない人たち、なんか気になる人がいるから、その人との距離を取ってほしいとか、そういうことが出てきてるんですよ。自分の心がかき乱れるから、その対象になる出来事や環境や関係性のある人を排除してほしいってことが強く出てきていたので、争い事とか対人関係の揉め事とかですね、そこに対して自分が嫉妬しちゃうんだっていうのが入ってきています。嫉妬しちゃうから自分が素直になれないとか、こんがらがっちゃうとか、なんかね、やきもち焼いちゃうっていうことですね。お相手に対して絡みつくような人がいるんじゃなくて、お相手自身が今自分の嫉妬する気持ちでいっぱいいっぱいなんじゃないかなって。だからあなたに対して素直になれないとか、嫉妬しちゃって嫌なことあなたに言っちゃったりとか、喧嘩しちゃうとか、そういうこともあるんじゃないかなと思うんですね。あなた自身も解放のカードが入ってきています。物事を力強く始めていくためにも、何かから解放されていかなければいけない。それは自分の環境なのか、それとも心なのか、ゼロからのスタートということで、何をスタートさせていくのかっていうところで、今一度自分の状況を確認してみてください。お相手かなりね、嫉妬心の強い方、独占欲の強い方なんじゃないかなっていうのが入ってきます。そしてここ2人が肌を重ねていくにあたってポイントになるところに、節制のカード、距離感、バランスっていうことで、お互いのバランス、ちょうどいいところでうまく調和していきましょうっていうことです。物事を慣らしていきましょう。良いバランス、程よいバランスっていうのが出てくるので、このお相手の今独占欲の強い状況をなんとかね、調和させていかなきゃいけないんじゃないかなっていうところがある。この方が安心できる何かを提供してあげると、よりバランスが取れるんじゃないかなと思いますね。そしてアドバイスカードはワンドの2番です。2人で肌を重ねることできますかっていう質問に対しては、答えはイエスです。そしてもうすでに肌を重ねていますっていう方は、またこれから先も肌を重ねる時っていうのがやってくると思いますし、また2人の新しい世界とか、2人だけの世界に没頭するとか、そういうことも伝わってきます。なのでお相手の願っている通り、2人だけの世界で集中したいっていうことが実現するのではないかなと思いますね。そしてじゃあその後どうなっていく、どうしていくっていうのを具体的に2人で話し合ったりとか、気持ちを通い合わせていくことがとても大切だっていうことが言われています。まず節制のカードがポイントとして入っているので、どのような距離感で、またはあなたがお相手以外の方々とどのような距離を取っていけば、この方が安心できるのかなっていうところをもう一度見てみてくださいっていうことですね。何か今このお相手の中で、そうですね、周りのことを気にしたり、そこに対してライバル心を燃やしていたりする可能性があります。どうすればいいかなっていうことで、この方に今してあげられることを1枚シャドウキャットからもらっていきます。今あなたがしてあげられること、夢に手を伸ばすということで、今そのお相手が考えていることやお相手の夢、願い、今この願いここにありますよね。心、体、どちらでも構いません。どちらかにアプローチをかけていきましょう。あなたの方から手を差し伸べてあげてください。優しくするっていうことなんじゃないかなと思います。すぐに諦めずに手を伸ばしてお相手に近づいていきましょう。そして素直になることっていうのもポイントです。あなたが素直になってお相手に近づいていくのか、それともお相手が自分の気持ちを打ち明けてくれるようにあなたがサポートしていくのか、どちらの方法を使っても構いません。このあたりは自由にやり取りしてみてねっていう風に入っています。お相手に手を差し伸べましょう。こちらが具体的なアプローチ方法ですね。またはお相手が今これを伝えたいんだとか、これが欲しいんだっていうこの大きなもの、こだわっているものがあると思うんです。それは一つ言えば自分たちの世界に集中したいっていうことですね。ここが多分強いと思うんです。そのためにできることをサポートしていくっていうのが一番いいのかなと思いました。はい、ではこのお相手とね、肌を重ねていく可能性が強いので、ぜひ
お相手に近づいてみてください。お選びいただいたオラクルカードからのメッセージももらっていきましょう。あなたの心はどこを向いているの？あなたの心のコンパスの指す方向を見て、実際に歩みを進めていきましょう。そんなメッセージです。心の声に耳を傾けて、あなたの声はどういうことを発している、どんな願いを発している、そこに従って動いてみてねっていうメッセージです。ぜひこちらのメッセージもお受け取りください。今回は夜の妄想、夜のちぎりシリーズ、あの人があなたに望んでいることについて見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。真夏の果実祭ということで、夜の妄想スペシャルをお届けしています。今回はあの人があなたに望んでいること、心の部分と体の部分、それぞれのアプローチ方法について見ていきました。ぜひ参考にしてください。では今回はラッキーカラーをもらっていきます。プチ3択占いでラッキーカラーもらっていきましょう。ぜひそのカラーを取り入れてみてください。お洋服に取り入れたりとか、自分のアイコン取り入れたりとか、様々色の形として取り入れてみてください。そして直感でお選びください。では直感で選択肢とは関係なく、左、真ん中、右とお好きなもの1枚お選びください。はい、では今回右側から見ていきましょう。右をお選びいただいた方、ブルーのカードです。癒しのパワーを発動させる。青を取り入れて、そしてぜひね、自分自身の癒しにつなげてください。あなた自身が癒されていれば、自分の力、エネルギーというのが回復されていますので、その状態からお相手により良いエネルギーを送っていくことができます。青を使って、また青を使うことによって自分だけではなくてお相手を癒すことにもつながっていくかもしれません。青がラッキーカラーです。はい、では真ん中をお選びいただいた方です。レモン色、黄色ではなくてレモン、少し爽やかめの色ですね。革新的な思考をもたらす。思考をクリアにしていきましょう。煮詰まっている方もいるかもしれません。ここはぜひ気分転換にレモン色を取り入れてください。すっきりするかもしれません。そして革新的な考え方っていうのが出てくるので、ひらめきとか今まで思いつかなかったようなアイディアが生まれてくるかもしれない。そのアイディアによってお相手と仲良くなれるチャンスが生み出されるかもしれませんので、レモン色取り入れていきましょう。では左をお選びいただいた方です。ローズ色です。理想的な関係を引き寄せる。ぜひこのバラの色取り入れてください。情熱的ですね。情熱とロマンスのカラーです。愛情を表す色でもありますね。お相手との理想的な関係を引き寄せる色にもなりますから、ぜひこのローズカラーを取り入れてみてください。今回はこのようにパキッと3色ね、分かれていきましたね。それぞれのカラーをお受け取りください。またラッキーモチーフとしてローズ、バラ、レモン、果物のレモン、そしてこちらが宇宙ですね。空、夜空ということで、それぞれのモチーフを取り入れてもいいかもしれません。レモンっていうとアロマオイル、ローズもねアロマオイルにありますので、アロマオイルを取り入れて心と体をすっきりさせてもいいかもしれません。今回のこちらのプチサンタ占いもお楽しみいただけましたでしょうか。どれをお選びいただいたのか、ぜひコメント欄にて教えてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。